では Analyzing Ruby Code in IRB という内容で発表させていただきます。ペンと言います。よろしくお願いします。軽く自己紹介すると、去年2024年に Ruby プライズを受賞しました。そして去年の12月にコミッターになりました。ペンと言います。IRB の型を使った保管機能である REPL Type Completer の作者です。そしてトリックの前回のトリック2022年の金銀同時受賞です。今年は3、4、5位でした。はい、あともう一つ、コードタクトっていう会社で働いています。今回 Ruby スポンサーをしているということは Ruby をすごく応援しているということでもあるし We are hiring ということでもありますね。さて今回のテーマなんですけど、 IRB の中でどんな解析をしているのか、具体的にちょっと見てみましょう。どんなことをしているのか。まず IRB にこう入力していくと DEF と入れると色がつきますよね。シンタックスハイライトするための解析をしています。でここでもう一つの001って書いてあるプロンプトの部分の隣不統合マークがあるんですけど、これも変わります。def とか if とかそういうのでネストされている中だとこのプロンプトの部分の表示が変わるようになっています。でここでエンターを押すとオートインデントされますよね。さらにここでちょっと打つと保管が出てきます。保管のための解析もしている。この後エンドまで打つとオートインデントされるし色もつくしプロンプトも変わる。最後にここでエンターを押すと、実行されますよね。実行されるっていうことはここで実行していいんだと、ここでコードが終了したんだっていう判定をしていると。実行した後ももうちょっと解析をやっています。100.times.toWay って言ったら0から99までバーッと表示してくれるんですが、そこでセミコロンを末尾につけてるとその表示をしないとか、代入だったら一部省略するとか、そういうことをしています。そのための判定をしています。こんなふうに IRB の Ruby 入力された Ruby のコードに対していろんな判定をしているんですね。いろんな解析をしている。でそれを主にリッパーのレキサーっていうのを使ってやっています。あとそれ以外にも、処理系によって JRuby だったり CRuby だったりの JRuby.compile.ir とかリッパーの S 式とか eval とかいろんなのを使い分けていると。でなんでリッパーを使っているのかっていうと、IRB に入力するコードって不完全な入力途中のものなんですね。で不完全なコードでもトークナイズすることはできる。でもパースは昔はできなかった。だからリッパーのレキサーでトークナイズしていたんですが、今は多少事情が変わっていますよね。Ruby3.2 からアブストラクトシンタックス3にもエラートレラントオプションがついたし、同じくエラートレラントパーサーであるプリズムもバンドルドジェムになりました。間違えた。デフォルトジェムになりました。はい。さて、リッパーのレキサーを使ったことによる問題点というのは何があるかっていうと、多分そんなになく、なかなかうまく動いているんじゃないかなと思いますが、それでも探せばうまくいかないケースっていうのはいくつかあると。あともう一つ、IRB の中で小さいパーサーのようなものを持ってるんですね。まずリッパーで入力されたコードをトークナイズすると。もうリッパーはトークナイズするためにはパースしなきゃいけないんですよ。ローカル変数に応じてシンタックスハイライトの色付けが変わるものがあると。これを正しくトークナイズするためにはパースしなきゃいけない。リッパーは、すでにパースしてるんですね。それを IRB は IRB 独自のパーサーでトークン列をもう一回パースしてると。ちょっと無駄なことをしてるんじゃないかなとも思うし、IRB の中でそういうパーサーを持つっていうのもメンテナビリティの点であまり良くないでしょう。ということで今日の発表ではリッパーのレキサー使ったものからプリズムに移し替えるにあたってシンタックスハイライトとか入れ子のネストの解析とかいろんなそういう解析がどういうふうに変わっていくのかなというのを紹介しようと思います。まずシンタックスハイライト。リッパーのトークンを使ったシンタックスハイライトっていうのは基本的にはすごくシンプルなんですよ。トークナイズしてトークンの種類に応じてコンストだったら青、キーワードだったら緑と、フロートだったらマゼンタと、そんな感じですね。なんですけどちょっとだけエッジケースがあります。それでうまくいかないケースがあります。例えばコロン if が大文字だった場合と小文字だった場合で、コロンはシンボルの begin のトークンなんですけど、その次の if が
小文字化大文字化でキーワードだったりコンストだったりすると。もう何が来てもそこはシンボルの色にしたいですよねと。あとは、文字列の埋め込みとかシンボルのダイナミックに埋め込んだもの、これも後半のトークンは、ストリングのクローズとかはどっちなのか区別がつかない、赤にしたいか黄色にしたいかどっちかにしたいんだけど区別がつかないというところをちょっと頑張る必要があって、あと文字列の埋め込みが終了した後でそこに戻すとか、そういうネスト状態をトラッキングしなきゃいけない。そのために IRB の中でシンボルステートっていうものを使って何やら頑張ってるんですね。でこのルールなんですけど、色付けのルールなんですけど、ネストのルールなんですけど、文字列埋め込み、シンボルの文字列埋め込みの中にヒアドキュメントとかを入れるとより複雑になってしまう。ヒアドキュメントが終わった直後にシンボルの黄色が再開されると。そういうのがあると。で、こういうネスト状態をトラッキングするのは IRB の中でやらずに、やるのは大変なので、大変と一部できてない部分もあるので、こういうのは構分岐を使ったらいいんじゃないかと思いますよね。ということで、構分岐を使った色付けちょっと考えてみましょう。def ノードだった場合に、def ノードのキーワード、def っていうキーワードと end っていうキーワードは緑にしたい。あとはメソッドの定義しているメソッド名の部分は青にしたい。そういうふうなルールをいろんなノードに対して定義していけばいいでしょう。で、プリズムのパースした結果って、ルートのノードがプログラムノードっていうのが必ずあるんですけど、じゃあそれ以外にいくつノード種類あるのかなって数えてみたら、プリズムの 1.0、第一世代とも言えるバージョンでは151種類プログラムノードの他にありました。結構たくさんあると。もちろん、それ一個一個全部ルールを記述する必要はなくて、なんとかキーワードロケーションは全部緑にしてしまえとか、このノードとこのノードとこのノードは、シアンで全部いいでしょうと。そういうふうにルールを圧縮することができるんですけど、それでもやっぱり記述する量は増えてしまう。あともう一つ問題として、こういう対応するものがないエンドとかワイルとか、こういうのがプリズムでパースするとミッシングノードっていうのになってくれるんですけど、もうこれ何色にしていいかなかなか分かんないですよね。はい。そういうわけで、トークン使ってカラーリングするのも、構分岐を使ってカラーリングするのも、どちらも一長一短があります。であれば、両方をミックスして、ハイブリッドにしたらなかなかいいんじゃないかなと。幸い、トークンで色付けするときに難しいっていう部分っていうのは、シンボルあたりとか一部に限られている。ちょっと具体例見てみると、こういうやつ。こういうものを黄色、赤、黄色というふうに色付けしたいんですが、こうですね。黄色、赤、黄色に色付けしたいんですけど、まずトークンに分けてみると、シンボルビギンがある。これは黄色と分かる。でも残り、すいません、ずれてた。これは黄色と分かる。でも、ストリングのコンテントとか、ストリングの開始終了、エンベッドエクスプレッションの開始終了と文字列の開始終了。この辺はトークンだけ見ると文字列の赤の色付けしたくなりますよね。ここでシンタックス3の登場です。シンタックス3をトラバースしていって、インターポレーテッドシンボルノードを見つけました。インターポレーテッドシンボルノードと分かっているので、終了のクオートは黄色にできますよね。ということで、追加のトークンで色付けするルールを上書きするための、トークンのようなものをここに追加してしまおうと。あとインターポレーテッドシンボルノードの各パーツ、これも黄色にすればいい場所って分かるので、それぞれに対してここは黄色にするトークンのようなものを追加する。この元々のトークンとこうやってシンタックス3をトラバースして、ここは色を上書きしたいっていうトークンのようなものを両方使って色付けするといい感じに色付けできそうです。できます。これをやるにはトークンとパースした結果のシンタックス3の両方が必要です。でプリズムにはプリズムの .parseLex っていう2つを同時にやってくれるメソッドがあるので便利ですね。今のところこの方法で特定のひどいコードを除いて普通に書くコードに関してはちゃんと色付けができていそうです。あと以前と比べてコードは若干増えたんですけどメンテはしやすくなってるんじゃないかなと思います。じゃあ次、ネスティングの解析。ネスティングって IRB で、オートインデントしたり、プロンプトの文字列を変えたりするときに、まず行ごとにその行はどういうネスト状態になっているのかっていうのを調べます。で、それぞれ行ごとに独立にその行のネスト状態からインデントは何であるか、プロンプトの文字列は何にするのかっていうのを決定しています。
ネストの状態っていう解析なんですけど、まず各行の末尾で、この末尾の位置ではどのトークンの中に入れ子になっているのかっていうのを調べる。もう一つ、行頭でどうなっているのか調べる。行頭っていうのは実質前の行の末尾とほぼ同じです。それともう一つ、各行の中で一番ネストが浅い部分ではどのトークンの入れ子になっているのか。これは真ん中下の方のエンドドットタップってところ見たら分かると思うんですけど、そこはインデントをゼロにしたいので、そういうところで一番浅い部分のネストが必要になってきます。でこれらの3つの情報を使って行ごとに独立にその3つの情報だけを使ってプロンプトとインデントを決定している。でこのネストの解析をリッパー版はどうやっているのかっていうと、まずリッパーでトークナイズしたものを IRB で何かしらパースして行ごとのネスト状態を計算しています。やってる内容としては、開き括弧とかデフだったらネストを深くする、閉じ括弧とかエンドだったらネストを浅くするっていう、シンプルなことをしてます。これでそこそこよくうまくいきます。でそれなんでかっていうと、 Ruby のコードって複雑ですよね。難しい部分を全部リッパーが先にやって、その過程でもうパースもしてるんですけど、やってくれた後のトークンだからそこそこうまくいくと。左側が Ruby のコードです。一方で IRB がパースしているのは右の、デフとかエンドとかカッコとかはあるんですけど、それ以外の足し算とかイコールとか演算子の優先順位とか全て無視した、全部黒塗りにしたような、こういう Ruby に対して Ruby のサブセットのような言語をパースしています。本当にサブセットかっていうと疑問があるんですけどね。はい。で IRB は Ruby のサブセットの言語をパースしている。ちょっと難しい部分もいろいろあるんですけど、モディファイア if っていうのはエンドがいる if と、モディファイア if はエンドがいらないのがあるんですけど、それはステートのトークンのステートを見ています。エンドレスデフはこういうデフなんとかイコールとか、こういう特定の組み合わせだったときにイコールでデフが終了していることにしてしまっています。本当はその後でデフは終わるんですけど、そこの終了場所を判定するのが難しいので、もうイコールで終わったことにしてエンドはいらないですよというふうに。for do とか while do とかの do っていうのはあってもなくてもいい。これはニューライントークンの前に do があったら、これは省略して do なんだろうなというふうな判定をしていたり、here ドキュメントは登場する順番と開き括弧と開き括弧の間に here ドキュメントとかあるんですけど、実際の here ドキュメントのネストが始まるのはその行末だとか、そういうふうなことをちょっと頑張る必要があります。はい。で今のところこの方法ですでにインデントをうまく計算できない例っていうのが分かってるんですよ。while def f イコール p do っていうやつがうまくいかない。これは直せないというか直してはいけないんですよ。なんでかっていうと、こういう例エンドの数が一つ違うんですけど、どちらもバリッドなコードです。必要なエンドの数が違うんですね。で違いは or がアルファベットか縦棒2つか、それだけです。何が違うのかっていうと、or ノードと def ノードどっちがデフノード、エンドレスメソッドがどこまで来るのかっていうのが違う。これによって上の方は while condition do end になるし、下は while condition end になると。こういう違いが出てくる。でどういうことかっていうと、さっきまで IRB は Ruby のサブセットである言語をパースしてるって言ったけど、それは嘘で、そんな都合のいいサブセットの言語なんてなかったんですね、ネスト解析のための。はい。ちゃんと入れ子を解析するには演算子の優先順位を無視してはいけない。こういうのをIRB で頑張ってもいけない。Ruby のパースっていうのは Ruby のパーサーに任せるべきであると。こちらが先ほど一瞬見せたリッパーのトークンで各行の末尾どういうトークンの入れ子になっているのかっていうものなんですけど、じゃあこれをパースしてもらって分岐シンタックスツリーから同じようなネスト解析しようと思うと、大体こんな感じでトークンじゃなくてブロックノードで入れ子にされているとか、そういうのを計算すれば良さそうと。正確にはこれは正しくなくて、この例ほとんどの全ての行がデフの中に入っている、デフの入れ子になっていると思うんですけど、でも括弧の中を文字一段深くしたいとかありますよね。デフノードのどの部分のにネストされているのかっていうのところまで含めて計算する必要があります。でこれを項分岐をトラバースしていきながら各行どうなっているのか調べていっていきます。まず
構分岐をトラバースしてブロックノードが見つかったら、このブロックノードの開始終了位置を見て、その範囲内はブロックノードでネストされていると。でさらにトラバースしていくと、今度はコールノードの鍵括弧の部分でネストされている部分がここからここまでだと。ストリングノードが見つかったら、ここはストリングの入れ子になってますよね。はい、トラバース続けると下の方にもう一つブロックノードが見つかったので、ここもブロックノードでネストされていると。こういうふうな感じでできます。構分岐のトラバースはプリズムにビジターっていう API があるので、それを使ったら比較的簡単にできます。でトラバースしながら入れ子の開始位置と終了位置を調べ上げていくと。開始位置の、どのノードのどの部分にネストされているのかって調べるんですけど、それは実質トークンのようなものではあるので、今回今ドラフトで出しているプリクリエクストではこれでやってるんですけど、もしかしたらそうではなくて、無視していい do とかっていうのはごく限られているので、そういうのだけをまずトークンでやりつつ、無視していい do とかエンドレスメソッドとかそういうのだけを構文に使って除外してネストを解析するっていうのももしかしたらありなんじゃないかなと思います。ちょっとコードの行数も結構増えてどうしたものかなと悩んでいます。はい、では次、コードの終了判定。コードの終了判定っていうのは1プラス2プラスって打った後に開業をしたらすぐにこれはシンタックスエラーですって出すんじゃなくて、次の3の入力を待つようにしています。でこのルールは3つくらいのルールでできてて、まずシンタックスバリッドになるまで入力を受け付けます。なんですが、こういう1プラス2プラスエンターエンド、この後エンターを押して次続けてもいつまでたってもシンタックスバリッドにはならないと思うので、こういう必ずこの先シンタックスエラーになるって分かっているときは即座に終了してシンタックスエラーですよっていう結果を出すと。でもう一つ、バックスラッシュで終わっていたら次の行を続けるっていうルールがあります。これは何かっていうと、ルール1だとこれは即座に実行していいっていう判定してしまうんですよ。1プラス2バックスラッシュエンターっていうのはシンタックスバリッドなので。でもわざわざバックスラッシュを入力してるってことは、ユーザーの意図としては、次の行の入力をしたいということなんだと思うので、この場合はルール1を上書きして次の行を入力を待つというふうにしています。実装上はこの他にも、いろいろとトークンのステートビット見てたりもするんですけど、どうやらデッドコードになってそうで、あってもなくても結果が変わらないようになって、この判定を3つくらいやってるんですね。3つくらいの方法で。CLB だったらインストラクションシーケンスコンパイル通ればシンタックスバリッド、通らなかったらエラーメッセージが返ってきて、そのエラーメッセージを見ると、どうやらこれは入力途中のっぽいエラーだろうなとか、カッコが来てはいけないところにカッコが来てて、これ以上何を入力してもシンタックスエラーになるだろうなみたいな判定をしています。JRuby だったら JRuby.compileIR とか、それ以外だったら eval っていうのを使ってたりします。でエラーのメッセージを見て続きが、シンタックスエラーから復帰できるかできないか判定していると、あんまり良くないですね。とりあえずこれをプリズムに直すと、プリズムにはパースサクセスハテナっていうメソッドがあるので、それを使ってもいいし、別の用途でパースした結果っていうのがあったりすると思うので、それのサクセスハテナメソッドを使ってもいいと。あとエラーズっていうのも取れますね。エラー取らずにどうにか判定できたらいいなと思っていますが、はい、今のところなさそうです。あとそうだ、3つくらいの方法を使い分けてたっていうんです。使い分けてたんですけど、これが一本化されるっていうのは嬉しいです。はい、コードの終了判定はこんなものなんですけど、ちょっと面白かったのがこの eval の判定、これ面白かったのでちょっと皆さんに紹介したいと思います。こういうやつですね。begin slow valid true っていうのを、シンタックスバリッドが判定したいコードの前の1行目に入れて eval すると、割と正確にシンタックスバリッドかどうか判定できるっていうことをやってます。でこれって if false end の中に書いてもいいんじゃないかな、なんであんなことをしてるんだろうと思うかもしれませんが、もちろんこれはダメなんですよ。はい。
エンドセミコロンプッツとかこういうふうにインジェクションが可能になってしまいます。それを避けるために1行目を実行したらすぐ終わるようにスローバリッドトゥルーとこういうふうにしてみてもいいんじゃないか。もちろんダメです。ドットイットセルフと前の行からの続きをかけてしまう。それを回避するためにトゥルーの後ろにセミコロンを入れてみる。これももちろんダメで UV には大文字のビギン並括弧っていうものがあってこちらがまず一番最初に実行されてしまう。これらの全ての対策をしたものがこれです。後ろの方にビギンがあっても1行目のビギンが先に実行される。これはなかなかうまくできてて、大体のケースにおいてうまく判定できるんですよ。でももちろん探せばこれでもうまく判定できないケースっていうのは見つけられます。1行目に余計なものを入れるっていうのが悪いんですよ。Ruby で1行目になきゃいけないものって何でしょう。そう、マジックコメントです。こんなひどいコードを考えてきました。エンコーディング UTF-8 のエンコーディングなのに違うエンコーディングのマジックコメントを書いてみると、チルダを二重三角のチルダメソッドを二重三角メソッドにエイリアスしていて、一番最後の行のスラッシュシャープスラッシュというのはただの正規表現ですね。これを先ほどの1行目にビギンっていうのを入れないでトークナイズしてみるとどうなるかっていうと、ビギンとか入れてしまうとマジックコメントじゃなくなる。そうするとこれはUTF-8 として解釈される。そのままチルダを二重三角にエリアするんですが、本当はビギンとかそういう余計なのを入れなかったら1行目っていうのはマジックコメントなんですよ。エンコーディング SGS で解釈されて、先ほどの二重三角が3バイト、チルダが1バイトだったところ2バイトずつの別のマルチバイト文字になってしまう。そうするとこれはチルダじゃなくてスラッシュをエリアスしてます。その後のシャープスラッシュっていうのはコメントですね。これ、eval っていうのは先ほどの例だと CRuby でも JRuby でもない時に使ってたんですけど、この1行目に挿入するっていうのは別のところでも使ってて、もう IRB 踏んでるんですよ。ローカル変数があるかどうかで、シンタックスハイライトが変わるケース。これのために IRB はリッパーに渡すコードの1行目にA っていうローカル変数が定義されている状態を作るために A イコールにいるセミコロン開業っていうのを入れてる。これはダメですね。マジックコメントが無効化されてしまう。プリズムの方にはローカル変数を外部から指定するスコープスっていうのを指定する API があるので、一応こういうのもトークナイズできてくれる。でもだからといってシンタックスハイライトがうまくいくわけではなくて、こういうさっきと逆なんですけど、SGS のエンコーディングでマジックコメントで UTF-8 してしたケースなんですけど、これを正しくトークナイズすると、この箱×かな、この文字が途中で分割されて正しくトークナイズされてくれるんですけど、文字の半分が黄色で半分が黒とかそういう色付けはできないし、困りますね。こういうコードを書かないようにしましょう。では次、エコーサプレッション。IRB ってA イコールsend.times.toA ってやると、0から999まで全部ダーッと出すんじゃなくて、代入の時は1行目とごく一部だけ表示するような機能があるんですよ。これは代入する時っていうのはその結果を見るのが主な目的ではないし、見たければもう一回 A って打てばいいですよねと、そういう理屈でこういうふうな実装にしています。これはリッパーの方ではリッパーで S 式を取ってきて、それの最後のステートメントが代入っぽいものかどうかを見ている。これも単にプリズムの API を使って思考文に使って同じようなことをするだけです。はい。もう一つエコーサプレッションでセミコロンを末尾に書いてたら、何も出力しないってそういう機能も最近入りました。最近ちょっと前が入りました。この判定は単にコードの末尾がセミコロンかどうか使ってるんですけど、じゃあこれでうまくいかないケースどんなのがあるのかちょっとリストアップしてみましょう。はい、こんなのがあります。例えばこのうち左のもの、パーセントリテラルの区切りがセミコロンのもの、文字リテラルもやめたいって話がちらっとあったと思うんですけど、文字リテラルのハテナセミコロンとか、ヒアドキュメントの終了文字をセミコロンにしたもの、こういうのは書く人が悪い、無視していいと思います。
コメントのところにあるセミコロンはこれはむしろ便利だと思うんですよ。IRB にピタッと貼ったコードの末尾がコメントだったときに、エコーサプレッションするためにコメント全部デリートしなきゃいけないというのは不便だ。残っててもいいんじゃないか。一方で、特殊変数ドルセミコロン値何入ってるのかなって IRB で見たいこともあるかもしれない。これは直ってもいいんじゃないかなと思います。直ってません。直し方としては、最後の1文字じゃなくて最後の2文字を見るというのが簡単でしょう。もちろんそれに対する、誤作動するケースは簡単に見つけられます。安全なのはトークンに分けて最後はセミコロンかどうか見るのがいいんじゃないかなと。で、末尾がセミコロンじゃないけど、文として見たら文末がセミコロンになってるっていうケースもありますよね。これはサプレッションしなくてもいいんじゃないかなと思います。最後に自動保管、オートコンプリーション。Ruby の 3.4 からデフォルトで型を使った保管のジェム、レプルタイプコンプリーターというのがバンドルされているので、デフォルトでいい保管を出すようになりました。素の IRB でメソッドチェーンとかでもちゃんと保管が出るようになっています。これはまずカーソルの位置、このカーソルの位置がどういうノードの中、どういうノードなのかっていうのを調べるんですけど、これは先ほどのネスト解析とほぼ同じようなことをしています。この行末のどのノードでネストされているかを調べるやつとほぼ一緒ですね。これでこの部分がコールノードの中にあると。それを調べて、あとは簡単な型解析をして、レシーバーがストリングだろうと、ストリングのメソッド保管を出せばいいだろうということをやっています。型解析の方はちょっと省略しますが、せっかくなので最近の保管の改善点紹介させてください。IRB ってローカル変数に今入っている値とかを使って保管とかを出せます。で、こうやってL-bar っていうローカル変数の中に配列が入っている場合、.s と保管しようと思ったときに、この L-bar の型が何なのか、1段階展開して配列の配列型であるというふうにしています、今以前。なので、ドットサンプルを呼ぶと、それはアレイ型が返ってくる。さらにそれにドットサンプルを呼ぶと、これは何のアレイかわからないので、オブジェクト型ということにしてしまっている。で、解決策の一つは、もう一段階深くまで型展開するということですね。ですが、そうではなくて、型パラメータを展開をやめて、まだ未解決だということにします。で、その代わりに実際の値を IRB は知っているので、それを型に持たせることにして。で、ドットサンプルって呼ぶと、その時にやっと、これは何の配列なのかっていうのを型パラメータ LM を展開すると。で、もう一回サンプルを呼ぶ場合は、もう一段階さらに展開するというふうにしてみました。この結果として、配列の中に自分自身が入っているという、そういうものに対しても、ドットファースト、ドットファースト、ドットファーストと保管が出るようになってくれました。あと、ドルロードパスっていうものがあって、これには、リゾルブフィーチャーパスっていうメソッドがあるんですけど、このドルロードパスをただのストリングの配列だっていうふうに扱ってしまうと、このシングルトンメソッドの情報が消えてしまって保管できないっていう問題も解決されました。以前から IRB って実行時の情報を他には使っていたんですけど、それが今までのよりもより一層活かせるようになったってことです。ではまとめ。IRB で今までリッパーのトークンでやってたのを、トークンと公分岐の両方をうまく使うようにしたいと思っています。でリッパーのレキサーだったところをプリズム .parseLex にすると。で、Ruby の、ライブラリの中でも RDoc とか、すでにプリズムに移行しようとしています。そちらはRDoc の方は IRB と同じようにリッパーでトークンに分けたものをRDoc 独自でパースしていたっていうふうに本当に IRB と状況が似ていて、さらに、エンドレスメソッドを書いてたらドキュメントをうまくできないっていう問題もあるので IRB よりもより切実です。実際にプリズムを使ったものがエクスペリメンタルで入っています。IRB の方は、今すでにリッパーでうまく動いているし、プリズムを一部だけ入れて依存が単に増えてしまうのもあんまりそんなに嬉しくないよなと思ってはいるんですけど、ちょっとずつ実装を進めていっています。まだ途中の部分もありますが、ちゃんと進んでいます。以上です。ご清聴ありがとうございました。